軽バンサンバーの荷室を板張りするにあたって照明をダウンライトに換装することにした。これまではなるべく天井高を低くしたくないという理由で LED テープライトを調光器経由でサブバッテにつないでいた。それでも明るさは十分だった。それをこのタイミングで LED ダウンライトにする目的は天井をすっきり見せることができることとデザインのかっこよさからだった。ダウンライト6個分の配線をつなぐために今回は端子台を利用することにした。動く車での端子台の利用にはメンテナンス性は落ちるがネジの緩みを防ぐためにハンダ付けで固定してしまうことにする。端子台は上下のネジ同士で同通はしているが横のネジとは同通していない。そのため横のネジ同士を電線で結び同通させる必要がある。購入したダウンライトは 12V 用で明るさは6500ケルビンの組み立て式。プラスマイナス、分かりやすいように左右で分けました。一個飛びでやろうかなとも思ってみたりしたんですけど、このネジが曲がらないようにハンダ付けするかな。通常の太陽光が5000から6000ケルビンに当たるということなので今回の6500ケルビンというのはあまり信用していない。太いな。ちなみに6500ケルビンは澄み切った光源の正午の太陽光に匹敵する。それが6基ということになるので澄み切った光源の正午に6個の太陽に囲まれて過ごすというバカな話になる。車内の板張り作業と同時にすでにダウンライトは設置済みだ。設置したダウンライトの消費電力は1つが 3W 程度。それを6個設置している。変圧器っていうんですかね、 LED ライトの調光器。このレトロっぽいデザインが気に入ってずっと使ってるんですけれども、こちらで、調光していきます。車内の見える部分の配線の取り回しには塩ビ管を使うことにした。実はこれがやりたかったのでもある。これちょっと箱に入れてくるわ。増加？どうか。あ100均のダイソーの組み合わせた。あ、組み合わせたの？組み合わせた。それでいくら分なの？1、2、3、4、1本400円か。今やお墓に添える花も100均の増加らしい。400円ずつ左右で800円の増加で花を取り替える手間が軽減されるのはありがたい。さぞかしご先祖様もお喜びのことだろう。13パイに13パイははまらない。そりゃそうだよねっていうことで買ってきたんですけど使えなかった。ソケット10パイ、こっちの10パイをこの中に入れていきたいと思います。アイアンペイントのブラック。アイアンペイントって初めてなんですけど、アンティークブロンズ、これはサビ加工で使います。エイジングですね。エイジング加工で使っていきます。cheated. I wasn't
アイアンペイントのアンティークブロンズ。ちょっとオレンジを振りますか。赤サビみたいな。調光器と端子台を結ぶ配線にはエーモンのギボシ端子を取り付けていつでも取り外せるようにしておいた。固定しちゃうか。水槽のエアチューブ、配線をそのむき出しでつけるのがちょっとなんかみっともないような気がして、入るかどうかっていう感じ。水槽用のエアチューブにサブバッテリーまで伸びる配線を入れていくのだが、これほど後悔した作業はない。とにかく地味な作業でかなり大変だった。この時はまだ伸び縮みするシリコンチューブなので楽勝だと思っており、しかも中性洗剤を垂らせばすぐに入っていくと思っていた。やっと出ました。実はこの作業だけで小1時間ほどかかっている。いや、もう二度とやりたくないですね。結構時間かかりましたね。どうすね。電線を通した水槽用のシリコンチューブを黒で塗装するため、脱脂の意味を込めてパーツクリーナーで磨く。ただしプライマーも使うためこの辺りは適当だ。クリアのプライマーとブラックペイント、工作用水性ペイントブラック。後々のメンテナンスを考え、どのダウンライトの電線が端子台のどこに配線されているかが分かるように点灯確認しながら取り付けていった。配線の取り付けはプラスからマイナスへと配線していく。どの配線がどのライトのものなのかを確認したら、一旦電流を落として決線していくのが正解なのだろうが、面倒なのでそのまま決線していった。Can hear every song
一箇所つかないのが心残りですけど、しょうがないですね。端子台のどこに移動してもつかないんで、本体はつかないんだと思います。明るさは十分なので、これで勘弁しておきましょう。足付けもプライマーもしなかったんで、取り付けの時に剥げちゃいました。ここはそのうちアイアン塗装でもしていこうと思う。こういう細かいところがあまり気にならないのが悪い癖だ。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。コメントもいただけると嬉しいです。ダウンライトのベースプレートからシェードカバーを取り外す方法を知っている方がいましたら、ぜひコメントください。おそらく取り付けたハンダが取れたんだと思うんですけれども、シェードカバーの爪でパチンとはめ込むタイプなので、今のところ無理やり諦めてます。